Sokakudo. 今回はこちらのシトリンを磨いていきたいと思います。このシトリンは多分アメシストを加熱処理したものだと思うんですけど、お手頃な価格で手に入るので結構お気に入りです。まずは下の白い部分、ここは使わないので切り落としてしまいます。切り落としたら320番のダイヤモンドの研磨ディスクを使って形を整えていきます。元々の形を生かしたいので六角形でシュガーロフのような形にしたいと思います。シュガーロフはピラミッドに丸みをつけたような四角形のもののことを言うのですが、六角形の場合は何て呼ぶんですかね。ノギスを使って六角形になっているか寸法を測っていきます。だいたい合ってるので次に進みたいと思います。次は山状になる部分を削っていきます。山の先端が中心に来るように調整しながら削っていきます。この段階ではまだ丸みをつけないで直線的に削って形を固めていきます。ある程度削ったら次は平らな面に丸みをつけていきます。ここもまずは直線的に削って形をしっかりと取っていきます。この段階だとシンプルなファセットカットみたいで、これはこれで可愛いですね。しっかりと寸法を測って全周がだいたい同じ幅になっているのか確認していきます。すぐに丸みをつけてもいいのですが、念のためもう一段段差をつけておきます。これでより正確な形を作れるはずです。次は丸みをつけていきます。削りすぎないように気をつけながら同じ力加減で6面を削っていきます。6面削り終えたらちゃんと形が取れているのか光の反射具合を見て確認していきます。問題なさそうなので次に行きましょう。次は尖ってる方、ファセットカットでいうところのパビリオン側を磨いていきたいと思います。このままだと丸みをつけられないので作りたい形の高さになるまで先端を削っていきます。削った面が綺麗な六角形になっているのでちゃんと形を作れてますね。次は反対側と同じように少しずつ段差をつけていきます。ある程度段差をつけたら丸みをつけていきます。先端の尖っているところを削りすぎないように慎重に削っていきます。今回はファセットカットでいうところのガードル部分をなくしたいので横の面も丸みがつくように磨いていきます。これで形はできたので次は番手を上げて表面を磨いていきます。600番のホイールに付け替えて表面を磨いていきます。このホイールはクッション性があるので磨いたところが少し丸くなっていきます。ホイールを当てているところの両端から削れていくのでこのように中心部分がちょっと削りにくくなってきます。こういった削り残しが残らないように確認しつつ磨いていきます。600番はまだ角に当てると結構削れてしまうので角に当たらないように慎重に削っていく必要があります。まだ粗い番手なので少し曇って見えますが形はこれで良さそうですね。削り残しもないですね。反対側も同じように磨いていきます。先端を潰してしまわないようにより慎重に磨いていきます。600番で一通り磨き終わったら次は1200番で磨いていきます。
1200番になると角に当ててもそんなに削れたりしないので、600番の時より安心して磨けます。一通り磨き終わるとさっきよりもツヤが出た状態になります。光が反射してキラキラして綺麗ですね。次は3000番で磨いていきます。磨き残しがないように全体をしっかりと磨いていきます。ここで磨き残しが見つかると番手を戻ってまた磨き直しです。3000番が終わったら仕上げの研磨に移ります。酸化セリウムを使って全体を磨いていきます。磨き終わったら完成です。今回磨いたシトリンは X ツイッターのプレゼント企画で使用する予定です。よければそちらもご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。